ボンジュー、こんにちは、サホです。今日はオペラ座にバレエを見に来ました。ここオペラ座はフランスではオペラガルニエ宮と呼ばれており、パリの中にもう一つあるオペラバスティーユと区別されています。オペラバスティーユは近代的な建物なのですが、このオペラガルニエは1870年代産業革命の時代にできた歴史ある建物です。この時代に誰が建てたものなのかと言いますと、正面上の方にある N というレリーフを見るとピンとくる方もいるのではないでしょうか。ナポレオン3世が建てた場所なんですね。N の横にある E というレリーフはナポレオン3世の奥さん皇后ユージェニーのことです。屋根の上には金色に輝く2体の女神がいます。ハーモニーと至上を表しているそうです。そして中央に胸像が並んでいるのが見えますか？こちら有名な作曲家の像で、全部で7人の作曲家が並んでいます。今ちょうど中央に見えるのがモーツァルトです。左側がベートーベン、右側はスポンティーニというオペラ作曲家です。そして一番高いところ中央に緑色の像が見えますでしょうか？こちらは音楽をこよなく愛する芸術の神、オペラ座の守り神アポロンです。今度は下にある彫刻を見ていきたいと思います。入り口前にたくさん彫刻が並んでいるのですが、こちらの左側の彫刻ですね、裸の女性が踊っている少しハレンチな像だということで、当時バッシングを受けペンキをかけられてしまったそうです。隣の像はもっとアカデミックな彫刻で、このようなものが主流だったため受け入れられなかったようですね。では正面の入り口に行きましょう。バレエを見に来た人がすでに並んでいます。正面を入ってすぐのホールには4体の作曲家の像があります。それぞれがフランス、イタリア、ドイツ、イギリスの4カ国を代表する作曲家たちです。その先に見えるこの大階段、ガルニエ宮の目玉の一つです。お城にあるような大階段と周りに見えるバルコニー、圧巻ですよね。そして上を見上げると見事な天井画があります。右下のアポロンの勝利という絵をはじめとして4枚の天井画からなっています。この4枚の絵、ガルニエ宮オープンの2ヶ月前に取り付けてみたところ、なんと暗すぎるという理由で再度制作する羽目になったそうです。階段の手すりには燭台を持った女性の像があります。作られた当時はガス灯でしたが、火事などへの懸念により6年後に電気灯に変わりました。ガルニエ宮はオペラやバレエを鑑賞する場所である以上に、上流階級の人たちの社交の場でした。この階段は社交場に出ている女性たちを意識して一段一段低く作られています。裾の長いドレスとハイヒールで来場する女性がきれいに歩けるようになっていたんです。階段の途中にあるこちらのアーチは1階席への入り口、カリアティードの門です。左の剣を持った像が悲劇を、右の盾事を持った像が喜劇を表しています。バルコニーから見える階段も素敵です。社交の場ということは貴族にとっては婚活の場でもあるので、来場する女性にとっては階段が舞台。バルコニーから見るとドレスを着た女性がとっても映えそうですよね。バルコニーの奥には素敵な天井が見えてきます。アボンフォワイエという休憩室です。入り口には昔活躍した女性バレエダンサーの像があります。モザイク画の天井、これは古代ローマのビザンツ様式のものなので、イタリアから職人さんを連れてきて作らせたようです。アボンフォワイエのお隣にはグランフォワイエがあります。フォワイエとは休憩室のことなので、こちらも劇の幕の合間に観客が休憩する場所です。ベルサイユの鏡の間のようにとっても豪華です。
しかしベルサイユ宮殿の鏡の間と違ってすべて金色のペンキで塗られています。ガルニエ宮ではよく盾ごとが至るところに飾ってあります。ガルニエ宮の守り神アポロンは盾ごとの名手でした。なのでアポロンの象徴としてたくさん飾られているんですね。幕の合間に休憩する場所なので時間がわかるように部屋の端には時計が置いてあります。グランフォアイエからロッジアというバルコニーに出ることができます。このバルコニーからプラス・ドゥ・ロペラ、オペラ広場とその先にまっすぐ続くアベニュー・ド・オペラ、オペラ通りが見えます。すごい人混みと渋滞ですよね。パリのメイン通りの一つなのでいつもこんな様子です。ちなみにこのオペラ通りをまっすぐ行くとルーブル美術館があります。日中だとルーブルの屋根も綺麗に見えます。そしてこのロッジャーの上を見ると入り口で見た作曲家の胸像があります。ちょうど今見えているのがモーツァルトです。モーツァルトらしいパーマされた髪型がちょうどわかりやすいですね。ロッジャーの天井には古代のマスクを表すメダリオンが埋め込まれています。大理石の柱が綺麗ですよね。オペラ座で使われている大理石はイタリアやスウェーデンなどから持ってこられたものだそうです。階段前のバルコニーに戻ってきました。正面に1階席への入り口があり、その上に2階、3階のバルコニーに茶色い扉がたくさん見えます。あの扉が各ボックス席への入り口です。中でも有名なボックス席が2階席左側にあります。こちらのボックス席ですね。5番ボックス席、ファントム・ド・ロペラと書いてありますが、オペラ座の怪人のための席です。私の席がある3階にやってきました。真上から大階段とバルコニー、そしてその奥にあるアボンフォアイエが見えます。こうやって見ると天井の模様も照明もいろいろな建築様式が混ざっているのがわかります。豪華で劇場全体を見て楽しむことができるように目指していたのがよくわかりますね。こちらの女神の像、手前側の女神は剣を、奥の女神は盾ごとを持っていますね。悲劇と喜劇を表しています。ここはモザイク画が印象的なアボンフォアイエの天井です。先ほど下から見ていたモザイク画の天井がよく見えますね。このモザイクはローマ・ビザンツ様式のもので、イタリアから来た職人さんが四角いガラスや陶器のタイルをセメントに一つ一つはめ込んで作ったものです。近くで見るとすごい細かい作業であったことがよくわかります。精巧で華やかですよね。ここが私の席への入り口です。入り口から入るとベンチやコートハンガーがあります。観客席も重厚で素敵ですよね。イタリアの劇場をモデルにしていて、観客席は馬蹄形になっています。馬のひづめの形ですね。高級感漂う赤と金で装飾されていて、劇だけでなく劇場全体、そしてオペラ座は社交の場なので観客自身を見て楽しむことができる設計になっています。このシャガールの天井が見事ですよね。こちらもガルニエ宮を世界的に有名にしている魅力の一つですね。この絵の緑のところに凱旋門が見えます。そして青いところにはオペラ座、赤いところにはエッフェル塔が書いてあります。パリの名所と有名なオペラの場面を織り交ぜて描かれている絵です。
舞台に一番近いボックス席、ひときわ豪華な装飾が施されていますが、ガルニエ宮を作らせたナポレオン3世のための席になっています。そしてその向かいの席、こちらは皇后ユージェニーの席です。さらにナポレオン3世の隣にある席、あちらはオペラ座の怪人の席になっています。舞台にすごく近く、ヒロインであったオペラ歌手を一番見やすい席を怪人の席として確保させたのではないかと私は思います。観劇の様子はお送りすることはできませんが、今回は歌方の恋というオーストリア皇太子が自殺したマイヤーリンク事件を題材とした悲劇的な作品を見ました。舞台である王宮は華やかながら、ドロドロとした関係性、心情がしっかり表現されていて、とても見応えがありました。外に出て西側のファサードを見に来ました。ここにはガルニエ宮を設計したシャルル・ガルニエの胸像があります。そしてシャルル・ガルニエの両脇には、ナポレオン3世と皇后ユージェニーが馬車で直接入れるように馬車用の通用口があります。こちらが正面裏側のファサードです。落ち着いたクラシックスタイルで装飾は少なめです。ここからバレエを演じていたダンサーが出てくるので、観劇の後出待ちをしている方が待っています。日本と同じように出待ちがあるんだなと面白い発見でした。帰り道にはクリスマスのイルミネーションがありました。パリのクリスマスの様子も今度お届けしたいなと思います。